皆さんこんにちは、紫梅乃です。漫画のアシスタントをしていると、建物だけでなく、木や水や雲といった自然物も描けなくてはいけません。今回は岩を描く練習をしようと思い、その様子を動画にしました。自分で撮った写真を使ってトレス下書きしていきます。少し離れたところからズームアップで撮っています。ズームアップした写真は奥行きが圧縮されています。人物のあたりが2箇所下書きされていますが、奥の人は岩の大きさの目安のために置いています。人の大きさは他の写真から類推して撮っています。大体の岩の大きさを把握しておくことは、岩の質感を書き込んでいく際にも大事です。手前の人物のあたりはここに人を描こうと思って描いたものです。どうせなら漫画のワンシーンのようにしようと思っています。この時、自然物はアウトライン、つまり輪郭から取らない方が良かったんじゃなかったっけと、正木先生から教えてもらったことを思い出そうとしています。岩はシャープなラインを意識していれば別に問題ないかと思ったんですが、一応岩のざっくりしたあたりをつかむような方針に変えようとしています。輪郭をなぞるのではなく、形を取るようにと言われていたのかなと思っています。水平を取っていないことに気づいたので、海からラインを取ります。波打ち際に向かって下り坂になっているので、画面に当たっている人物の目線より高いところに水平が来ています。岩の大きさと空間を把握しました。次に形を取っていきます。岩なので硬いということを意識しています。硬さが出るような岩らしいシャープなラインを選ぶようにしています。以前仕事で石垣を描いた時がありました。石も岩と同じ硬いものですが、どうしても石の丸い部分を強調するように描いてしまって、そもそも石に見えなくなってしまったことがありました。その時の教訓を生かし、硬く見えるラインを取ろうとしています。岩の全体を見てみると、4つのブロックに分かれていることがわかります。上、中、下の3つに分けてもいいかもしれません。どういう方向に岩の面が傾斜しているかを見ていきます。画面に対してどちらが正面で奥行きなのかを把握しておくと、後で質感を書き込む時の参考になります。正直、この時そのことはあんまり考えられていませんでした。面を取ってみるとこんな感じになりました。さらに岩の面が向いている方向を見てみると、赤と黄色が正面側、青が奥行きとなっています。トレス台の光を消すとこんな感じです。形と面が把握できたので質感を書き込んでいきます。その前に準備として岩の流れを把握しておきます。正木先生の漫画を参考にしながら、画面に向かって正面を向いている面は横にタッチをつけていくと良さそうなことが分かりました。また、書き終えて気づいたことですが、
パースに沿った流れと傾斜に沿った流れに分けられるようです。引き続き漫画を参考に質感を書き込みます。正木先生の描く岩はこの質感のラインを大きくダイナミックに取るのが特徴的です。岩の大きさや巨大ロボのような重厚さが出てかっこいいので真似したいのですが、写真からどう撮ればいいかちょっと迷っています。なんとなく真似しても岩の表面に海の波模様を描いてるだけになってしまうと思ったので、今持っている技術と自分なりの目線で岩を見てデフォルメしようと思いました。また、陰影と質感はセットで考えます。岩に影ができているところに質感を書き込んでいくと立体感が出て一石二鳥です。この時は割と写真の陰影通りに描いています。とりあえず上から順に書き込んでいきます。岩に落ちる影を形として取っていたところを修正しています。基本的に形を表す陰影を選びます。この質感を描く工程が動画中最も長いので早送りにします。岩の割れ目を描き込み、そこにつけるように質感を描くとそれっぽくなるかなと思い、意図的にそうしています。例えばブロック塀を描いたとき、つなぎ目に沿ってタッチを多めにつけると、それっぽくなると教えてもらったことがあるので、岩にも応用できるんじゃないかと思い試してみました。一番上の段の岩の質感を書き込みました。奥行きの面はパースになるべく沿ってざっくり描いておくのがいいと思いました。きっちりパースに揃えてしまうと不自然かもしれませんが、なんとなく沿わせておくと立体感が見えやすくなるかと思います。岩らしい表情は正面の面が、立体感は奥行きの面が担当という風に分ける感じです。ここは質感から一旦戻って形を見ています。真ん中の段の形を取りました。形と面と流れが取れていないと、必要以上に質感を書き込んでしまった上に絵が持たないということもあります。私はよくやってました。岩だけで絵を完成させようとするとそうなりがちなので、全体の仕上がりを想定しながら進めます。実際の漫画原稿では、ページ単位、見開き単位で仕上がりを考えています。
真ん中の段左側の岩の質感を書き込みました。岩の質感にバリエーションを持たせようとしています。先ほど丸い形は岩には合わないと言いましたが、輪郭ではなく質感には少しくらい入れてあげると良さそうな気がしました。いろんなバリエーションの質感が配分よく使われていると、この岩が結構大きいことも示せるのではないでしょうか。真ん中の段右側の岩の質感を書き込みました。岩の一番下の段はあまり角張らず表面が削れているように感じます。表情が変わって面白いので、なるべくここは活かしたいです。結構姿が見えてきました。
下の段が完成しました。上、真ん中、下の段で違うタッチをつけようと試みましたが、どうでしょうか。最後に、右側にある小さな岩も描いて、下書きは完成です。次は、この下書きにペンを入れていこうと思います。よければそちらもご覧いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。